大都会のすぐ隣に取り残された忘れられた駅。果たしてこの駅はどこにあるのか。欲望と熱気が渦巻く街、大阪難波。難波エリアには国内外から年間3000万人以上が押し寄せる巨大ターミナル。街のシンボルには今日も絶え間なく人が吸い込まれていきます。しかしこの喧騒からわずか2キロ、そこに廃線級の路線が眠っています。はい、ということで早速移動していきます。ここは大阪難波駅です。1日に100万人以上が行き交う巨大な地下迷宮を通り抜け、乗り場へ。阪神電車の大阪難波駅から電車に乗り込みます。向かうはわずか2分。たった一つ隣の駅です。一つ隣の駅で降車しました。乗車時間はおよそ2分です。薄暗い地下ホームから再び地上へ。到着したのは阪神電車の桜川駅。周辺には真新しい高層マンションが立ち並ぶ都市住宅街の風情。その真横にひっそり佇む入り口、南海高野線塩見橋駅です。ここが都会のエアポケット、今回の旅の幕開けです。通称塩見橋線。大都会にありながら利用者が極端に少ない路線です。駅構内に都会の喧騒は全くありません。ただ深い静寂だけが広がっています。改札の先には地上平地の一面二線のホーム。武骨な車止めがここが終着駅であることを物語ります。まるでこの空間だけ時が止まっているかのようです。屋根がトタンだな。駅舎人いるのかな。この塩見橋駅、高野鉄道として大阪南部のターミナル駅の一つでした。難波、そして港町と交通の要衝だったのです。港町は現在の JR 難波駅です。隣の道路は阪神高速道路で、奥にはタワーマンションも見えます。この場所だけ時が止まってる感じがします。塩見橋線はすべて岸の里玉出と塩見橋間を往復する各駅停車のみ。現在は短い2両編成がこの路線を静かに往復しています。しばらくお待ちください。かつてのターミナル駅を出発。すぐ隣の駅で下車。この駅は都会にありながら利用者が少ない駅となっている。その数1日平均194人。駅構造は2面2線。ホーム上にあるのは屋根と小さなベンチ。元の古い一室にが駅の長い歴史を静かに語っています。このホームの先端に行くとこの場所が都会であることがよくわかる。すぐ先に高温で通過するのは大動脈の JR 大阪環状線です。ホームにはやたらと長いベンチがあります。そして降りた駅なのですが、こちらは芦原町駅になります。ここは塩見橋線芦原町駅。改札を出て駅の周辺を見てみたいと思います。駅前はまるで小さな路地裏のような空間。無造作に止められた自転車が下町のリアルを感じさせます。これ正式な自転車置き場なのかな。なんか違う気がする。霧の右側は住宅街で、あれは教習所か。逆の方にもちょっと行ってみよう。反対側に目を向ければ立派な高層マンション群。これほど人が住む街でなぜ駅の利用者が極端に少ないのでしょうか。さらに歩みを進めると先ほど見上げた環状線の高架下へとたどり着きます。高架下は都会の軽い闇になってます。落書きが残るダークな高架下。しかしその先は道幅の広い道路。沿道には集合住宅が並ぶ。実はこの場所から歩いてわずか2分で大動脈である JR 環状線の駅に到着してしまうのです。この JR 環状線の駅と南海の芦原町駅、
2つの駅の利用者数の差はなんと約500倍に達します。残酷な格差を見せつける芦原町を後にして、いよいよ最大の謎が眠る次の駅へ向かいましょう。ではここから隣の駅に移動します。次なる目的地は今回最も利用者が少ない最大の秘境です。再び2両編成の電車に揺られます。ただいま電車から降車です。電車には 4,5 名の方しか乗車してませんでしたね。ホームから見える眺めはこの高速道路と、これは会社かな。そして、逆側は使われてるんだろうか、倉庫ですね。生活感のある住宅街でもなく、そして無機質な倉庫群。休日の昼下がりにもかかわらずホームは無人です。ここが今回の核心部、木津川駅です。大都会のすぐそばにあるのに、1日の利用者はわずか164人。周辺の様子を伺ってみます。ホームの隣には、現在使われていない線路が伸びています。赤茶けた錆が、長い年月を物語ります。この残っている線路を見ると何か歴史がありそうです。駅舎は無機質な空間。閉ざされた窓口が、かつての賑わいを暗示しています。時刻表を見ると、電車は30分に1本、本線に比べると本数は少ないですが、さすがにここは南海鉄道という運行ダイヤ。あれ？自動発見器ないんだ。大都会エリアにもかかわらず、自動発見器はない。乗車駅証明書をもらうローカル線スタイル。しかしこの駅前はすごいな。駅前が砂利。降りた駅は都会のど真ん中にありながら完全に忘れ去られた駅。そして最も衝撃的なのは駅前の光景です。駅前広場は未舗装の砂利。広場の脇には雑草が生い茂っています。忘れられた駅という言葉がぴったり、大阪のど真ん中とは到底思えません。ここから難波まで、車で12分ほどの距離のようです。一応駅の方には車が入れないようになってます。右側はこれ資材置き場になってるのかな。とても大手施設の都市部の駅前とは思えないな。駅の入り口付近はどうなってんだろう。駅の案内板かと思いきや全然違いました。先に見えるのが阪神高速道路と国道43号線の高架線。右側を Google のカメラで調べてみたら、弁天町の大阪ベイタワーまで2キロと出ました。左のフェンスは食品会社。実はここ、かつては広大な空き地でした。その広大な敷地は貨物ヤードとして使われていました。そう、この木津川駅は貨物の取り扱いがある駅だったという過去があります。逆側にも行ってます。右側は倉庫のようですが、これ現役なのかな。だいぶ荒れてるからなんか現役じゃない気がする。こちら側にも武骨な倉庫や物流施設が立ち並んでいます。そしてその奥を流れるのが木津川です。今は物流施設が集まっている場所ですが、かつてここは木材と水運の町でした。当時の地図と写真を見てみましょう。この路線は高野山や吉野の木材を大阪市内に運ぶための路線でした。そして鉄道で運ばれた木材を扱うための巨大な貨物ヤードと船着き場が広がっていたのです。川に船が多く停泊している様子が分かり、水運が盛んだったことがよくわかります。しかし隣の大正の貯木場や運河が埋め立てられ、水運の衰退とともに高野線の貨物の取り扱いが終わり、そしてメインルートが難波へ移り、この駅の黄金の日々も終焉を迎えました。背後にそびえる巨大ビルはアベノハルカスとの残酷なまでのコントラスト。駅のこちらの奥の方はどうなってんだろう。この自転車は放置自転車か不法投棄か、なかなか難しいところ。この先は踏切になってて抜け道みたいになってんのか。
ということで、残っているこの線路は貨物ヤードの名残ということだったんですね。駅前とは思えない未舗装の空き地と荒れ果てた裏道。ここはまさに大都会が生んだ究極の秘境駅です。実はこの沿線にはもう一つ時間が止まった場所が存在します。ということで、早速移動します。過去の栄光に思いを馳せながら最後の目的地へ向かいます。木津川駅からさらに2駅、歴史に翻弄された路線の今の姿を象徴する西天ヶ茶屋駅です。駅ビルなどはなく、住宅街にひっそりと溶け込んでいます。窓口のシャッターは固く閉ざされた無人駅。駅舎の外観も構内もかなり時代を感じます。ただ今までと違うのは、このコカ・コーラの自販機があるところです。駅のすぐ隣のスペース、フェンスで入れないようになってるんですが、これ工事すんのかな？いやー、工事？駅前は住宅街になっていて、子供たちの声も聞こえる下町という感じです。踏切を渡り、反対側のホームへ向かいましょう。まるで映画のセットのような小さな佇まい。時間が経ちすぎて塗装が剥げています。こちらの張り紙には自動発見器が撤去された旨が書かれています。そしてこの最寄りの駅には時が止まった商店街があるようなので、そちらに移動してきます。このアーケードのところが商店街かな。駅近くのこの商店街は銀座商店街。この左を曲がっていくともっと商店街の奥地に行けるのかな。ちょっと行ってみようか。商店街のさらに奥へと足を踏み入れます。アーケードがあり間違いなく商店街だが、お店はシャッターが続く。この三皿あたりが商店街の中心部付近なのかな。ここもかつては木津川の工場で働く人々でごった返した場所でした。過ぎ去った映画の面影と深い哀愁が漂っています。この商店街はかつて NHK のドラマの舞台にもなった場所なので、記念碑が残ってるはずなんですが、どこにあるんだろう。なんか迷路みたいだな。とりあえず初めの場所に戻ろう。最初の方に戻ってきたな。この辺にあるんだから、スーパー、あれこれか。いやー、スーパーの買い物カゴに挟まれてるから分かんなかったな。だいぶ生活に溶け込んでます。間違いなく二人っ子と書いてあります。国民的なテレビドラマの舞台にもなっていたこの銀座商店街。しかし時代の流れとともに人の流れも完全に変わってしまったようです。ただそんな中でも個人店らしき店舗が当時の雰囲気を残しつつ元気に営業していました。この先には南海本線メトロの連絡する天ヶ茶屋駅が存在します。その1日の平均利用者数は10万人を優に超える。かたやこの西天ヶ茶屋駅の利用者は1日わずか250人。巨大な商業施設と利便性の前に人の流れは完全に変わってしまいました。時が止まった大都会のローカル線、南海千代見橋線。再開発が進む大阪の中で都会に残されたこの奇跡のようなローカル線が今後どうなっていくのか。あなたの住む場所にもこういった都会に取り残された不思議な場所はありますか？もしあればぜひコメント欄で教えてください。